はい、どうもこんにちは。在キス休館の黒潮のお時間です。エピソード3、違う。シーズン3エピソード9です。はい。ということでね、今回2人に加えて、元オーバーウォッチリーガー、世界チャンプ。うぜえ。XQ マジでうざいわ。世界チャンプのエンダーソン太陽くんです。倉さんよろしくお願いします。お願いします。俺はこの人はちょっと厄介なんでね。いや、本当に。世界チャンプね。もう、これよ。これよ。ゼータ、ジュピターの頃からもういるもんね。うん。ゼータ入って、で、このラジオ結構長いことやってるけど、全然ね。呼ばれねえなって。俺やっぱ Q さんに嫌われてんのかと普通に思ってた。割とね、どっちも、俺も黒も人呼ぶの億劫な感じだからね。いやまあそうね。ゲストいねえなって思いつつ自分たちは探さないから。めちゃめちゃ厄介。うざいパターンのやつ。で、なんとね、今回は、英語字幕がつくらしいんですよ。ね、英語勉強できるよね。そう。ラジオ聞きながら英語が勉強できる。裏ではとんでもなく大変な人がいるということです。冷静にね、ラジオをね、編集するってだいぶ時間かかるし。かかるよね。この無駄な一言が全て編集されてるわけです。翻訳して。かれこれね、XQ の黒潮はね、何年に始まったっけ？何年に始まったか分かん2年ないですけど。前ですか？2年ぐらい続いてね。そうですね。ほんと長い間ね、はい、何名のゲストが来たか分かんませんけど。いろいろ来ましたね。再生時間30分、40分ぐらいあるのかな。もうそうだね。最初の方がめっちゃ長かったんだよね。当初は60分ぐらいに始まり。でも本来は15分から20分、30分ぐらいの予定だったところを、なんか喋ってたらどんどん長くなっちゃって、それが定番化しちゃったっていう。なるほどね。そうなんだ。元から短い予定ではあったんだ。翻訳頑張っていただきたいですね。すいません、本当に。すいません、お願いします。はい、この話も全部カットしてくれてもいいですからね。はい、じゃあ年末年始3分で語ってください。年末年始、いや、オーバーウォッチやってただけですね、マジで。オーバーウォッチとロールっすね。ロール。いやなんかすごい面白いですよ。なんかトップ500の、世界100人ぐらいのランク帯オーバーウォッチやってて、その後ブロンズの世界にロール行って、型やね。なんかすごいどっちの世界も触っててすごい楽しいです。楽しそう。頭がおかしくなりそう。いや、違う。その差が激しすぎて頭がおかしくなっちゃいそうだなって。いや、配信見ていただけたらもうおかしくなってるんで。トップレーンで一生なんかエイトロックスばっかやってるよね。いや、誰もバンしなくてめっちゃ強いから。あのキャラ一生メタな気がするけど誰もバンしない。いや、ナーフするらしい、そろそろ。あいつ一生ナーフされてるよ。であれなんだ。であれ。じゃあブリギッテじゃん、オーバーウォッチの。ブリギッテってシールド持ってるやつ。そう。で、あれ27回ナーフされてるんですよ、確か。それでもメタだったんだけど、オーバーウォッチ2になってやっと消えた。カスになった。ゲーム以外は年末年始。いや、地元横浜と鎌倉の狭間になんだけど、そこ地元の友達と年越して鎌倉に初詣行ったぐらいで、帰ってきてオーバーウォッチ。ゲーマーらしい。だから初めてかも、ゲームが楽しいなって思えるような時期。ロールですか。オーバーウォッチとロールどっちも楽しいから、そのさっき言ったどっちの世界も触れるのがすごい楽しいね。じゃあ今年の目標は頑張ってこの底辺をちょっと上げたい。ちょっと上げたい。ちょっと上げたい。ゴールドぐらいにはなれるんじゃない？いや、ゴールドって相当っすよ。いや、でもすぐなれると思う。いや、でもゴールドが一番多いんでしょ、人口。多い。平均値なのかな？平均的にゴールドシルバーが多くて、そこからこうだね。ブロンズは逆に少ないよ。でも初心者だからいいんだよ。でモバとかずっと銃撃ってる人生だったから。初めてでなんかスペルとかなんかピューってやるの。ちなみにロールのランクは？ロール今シルバー1ですね。FPS 歴は？ FPS 歴どれぐらいだろう、わかんねえ。わかんないけど。いや、でもロール難しいっす、マジで。あれ成長するのめっちゃ時間かかる。強いな。いや、マジでシルバー1ってマジ下手くそだから。ブロンズは？ブロンズカス。いや、でもね、正直ね、大差ない。いや、あります。いや、多分本当に大差ないと思う。ビビたる差だと思う。1v1 したら負ける？負けない。ブロンズには負けるねえよ。いや、でも分かんない、実際。俺トップやったことないし、全然。じゃあトップ練習しといて。1v1 しましょう。1v1。じゃあ年末年始は割と普通に年越しして。そして初売り行ったら Q さんいたんだよ。いたね。そう。2日初売り行ったら Q さんいた。たま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 あったの？そう。たまたま福岡行ってマジで
奇跡的な出会いだった。こうやって服こっちゃーってやったら隣 X 級みたいな。そう見覚えある髪の毛いるなと思ったら太陽だった。どんな感じになったのその後。おおって。おい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 、じゃああったなまたそうつってそうそうそう結構奇跡だよね。そんなことあるんや。っていう話をしてるともうこれ多分5分ぐらいだからあれいや、 3分の1はちゃんともうあと5終わるんです分しかないよ。エピソードないあと5分しかない。でもまだ一番上だよ。新年やっ明けましておぱ不老めでとうございまさす。ん始まる前にね挨拶で10分いくからじゃあまあちゃんと年末年始は過ごしたということで。いや過ごせなくないですか。え何した？ EFT EFT 出た。 EFT してたね。出た。みんなやってますよね始まったんでしょ新しいシーズンワイプみたいなのが。されてダークアンダーカーが終わっちゃったからあー EFT やっててちょっと EFT やってます？やってないです。やってないぜを巻き込むためのなんか PR15 秒で。15秒、まあ、バロとロールのこの天国と地獄うん。 EFT 一つのゲームで味わえるから。ああ、快感と絶望を。あ、じゃあ感情豊かなゲームってことですか？そうだね。なるほど。めっちゃいい装備持ってよっしゃ帰ろうと思ったら頭ワンパンで抜かれたりとかでゴンってなるやつね。なんていうの心拍数の上下が激しいゲームですね。ちなみにやり始めるんだったら次のワイプからの方がいいと思います。もうダメ。もう遅い？真面目にやるんだったら今ちょろっと触っといて次のワイプからスタートラッシュが一番面白いと思う。そのロールとかと同じで覚えなきゃいけないことが結構ある。まあ、やんないっすわ。関さんとかの配信見てると、1日12時間毎日やってるから、そう EFT 配信はねもう基本的に最低10時間はやらなきゃいけないからいけない義務。義務だね。消せないんでしょストーリー、OBS の配信を消すっていう欄、出ない。10時間やんなきゃ。やめるタイミングが分かんなくなるねあのゲーム。あこれ多分全員に年末年始を振ってると無理だ思ってしまうので一言で年末年始どうでしたか？ーいつもと変わらぬ日常でしたね。おーおうランク付けです。あロールやってロールファーやってないです、全然。ロール最近マジで全然やってないです。と言いつつ1日1戦はいや1日1戦やるかやらないかですね。本当に。本当に。いや、コーチの威厳が出てる、ここは。本当にいや今なんかもうねロールやってるかやってないかを必ずみんなでチェックしてるからね。みんな依存してる。ロール星人って言われてんの。そう一生なんかロールやってた休みの時だよ。よ、やってたのは。まあまあ本当にまあまあまあだけど、マジでやんなくなったね。全然。やんなくなったうん。今、やろうってあんまり思わない。ほんと、マ1ジで。日1戦はいや、一日一戦はたまに息抜きでやるけど、その10倍ぐらいバロしてる。おおーならセーフだ。全然セーフだろ。全然息抜きや。全然セーフだろ。 10倍ならセーフや。僕の年末年始はまあまあまあ普通でしたね。終わりちなみに初詣まだ行けてません。俺も言ってないです。 3日に初詣行こうとしたら大体1日に行くじゃんみんな。1日2日ぐらいだから、まあ、3日に行くやつそんないないだろうなと思ったらめちゃくちゃいたわ。ね、同じ思考の人がいっぱいいると思う。そう1日2日で終わってるでしょって思ってる人が半分なんだよ、人口の、実は。もっといないかなと思ったら本当にケツが見えないぐらい並んでてやめた？やめた。ディズニーやめてまあ三が日終わって4日目仕事行く人多いし、まあ、初詣いないだろうなと思ったら会社で来てる人たちたくさんいて、あ次はリーマンたちが。そうだ1月末ぐらいに行こうかなと思って。まあ、逆にいいんじゃない？そうさすがに多分1週間空いたらねいないと思う。どこ行こうとしたの？大きい神社？ちょっと大きめの神社かな。1月中はちょっと大きい神社だったらやってるよって言ってて初詣。初詣の判定は1月中ある程度大きいところだったら判定入るらしい。判定なん初詣のだ。判定。なるほどね。それパッチノーツに書いてあったの？や大きい面だけなんでしょ、でも。ジャッジが言ってた？なんか掲示板に書いてあった。あ1月末までは一応判定らしい。じゃあ近所のちっちゃいところは結構今日で終わりみたいな。1月7日ぐらいまでが。ちっちゃい神社は多分結構狭いかも。1週間ぐらいかも。ヒットボックス小さめか。だから明治神宮とかは本当に多分2月ぐらいまで行けんじゃない？初詣どころか俺、今年入って多分これが初外出だ。今日7日やけど。そんなにロールやってたの？いややってないってだから。コーチ厳しいって。でもアインストールしとこ怒られたくない。誰も確認できないから配信の画面共有で俺らの前でアインストールしてう。全然いいよ。
まあ、じゃあちょっと今年の抱負を先に聞いといてもらっていいですか？あ、抱負っすか。抱負。僕の抱負はジャンゴーになることです。ジャンゴか。ジャンタマジャンゴー。ブラジルの雀荘とか行くんですか？ブラジルに雀荘ちょっとありそうだよね。ないだろう絶対に。日本人のコミュニティがあるから。あるんだ。麻雀文化はありそうじゃん。あるの？ブラジルに移住した人たちがいるから、ワールドワイドな。勝手に外出できなさそうだよね。まあ、ホテルから出ない方がいいのは間違いなくなそう。まあ、最悪ね。僕たちにはジャンタマがあるんでね。ジャンタマ坂線に。抱負どうぞ。いや、僕、極度のめんどくさがり屋なんですよ。はいはい。めんどくさがらないのは結構難しいからね。いや、マジで難しい。ずーっとインスタのリールとか一生見ちゃうから。うちシュガーもなんか一生 YouTube のショートを見てるし。あれなんか見ちゃうんだよね。いや、だからヒュッてやっちゃう。1日5分までって決めて。短いな、5分は。いや、5分で満足しなきゃダメですよ。50本ぐらい見れますよ。あれ余裕で。いや、でも、寝る前とか見てると、普通に1時間とか経ってる。たまになんか、シュガーとかクローがよくわかんねえ内容のネタを言ってくるんだけど、YouTube ショートのから持ってきてるんやろうなみたいな。いや YouTube ショートを見てる人だったら絶対に分かるようなネタを俺らが言ってても気づけてないっていう。それもうおっさんってことだよ Q さん。そうだよ。若い子たちについていけてないんだよ。だこの前なんか多分これだろうなみたいな動画はちょっとね見た。それだったでしょ。会社で肉焼いてた。ミーム的な何かショーツの。そうなるほど。そう年取ったんだな。Q さん何歳だっけ？26。黒さんが俺の1個です。25？ なるほど。お前ガキなんだよ。いやいいんだよそれはそれでいいんだよ。抱負は？抱負難しいね。 YouTube ショーツ全部見るいやまあ YouTube ショーツに乗るミームの一つになる。出る側になる。まあそれ関係でいくとまあそうだね、配信と YouTube 動画出したいな。おー絶対無理って思うでしょ絶対無理。いやだけど俺はそうちょっと思ってたから、今日も朝配信してきたから。じゃあ動画にして今日の。いや俺が編集しなくていいけど、それ動画にしてください。そうでもね動画来るじゃん、上げんのもだるいんだよね。なんでだよ作ってくれた動画何になるんだよ。コピー&ペースト、ドラッグ&ドロップでしょ。いやもうなんかなんなのこれね、俺もね本当にめんどくさがりすぎて。じゃあもう確認いらないんだ、上げてください。もうそれにしたい。僕それっすよちなみに。なんか俺自分で動画保存して上げてサムネやってタイトルやってみたいな感じでやってるんですよ。でもそれだるいっすよね。だるいから僕は任せてますね。弟にやってもらおう。国君何？弟に。いいよあいつは。あいつもでもなんかちょっと出してんだよね。弟に編集アップロードまでやったの。いいわそれは。配信しなさすぎて、去年はなんかもうレア生物みたいになってて、黒さんの配信が。俺が配信するとそのみんな応援してくれてる人たちが来てくれるんだけど、もう配信するだけで嬉しいみたいなそういう感じになっちゃってるからそれは良くないなと思って。 それはサブスクしてくれてる人もいるからさ、で1週間に1回とか、週2で絶対なんか30分の雑談でもいいけど週2回つけるみたいな。ロール以外ロールは別に配信しないけど。めっちゃロール嫌いそうだな Q さん。いやでも彼これゴールドぐらいまでやってるんですね。俺日本サバプラうわ、うざ顔。マジでさ、なんでそんなうざい顔できんの？天才なんだよな。聞くな。プラチナいくつだろう？それ覚えてないやもん。でも俺あれなんだよね、 Q さんが僕がまだオーバーウォッチリーガーの時になんか雑談でオーバーウォッチやってる人は全てに通ずるっていうやつに物申すみたいなクリップで Q さんが太陽君のエイペックス見てみやばいでしょつって俺それですごい火ついてエイペックス頑張ってでも改めてロール始めて俺は本当に才能がねえんだなっていやでもちょっとブロンズかーってなって、Q さんの言葉がいつもなんか 1v1 負けるとよぎってくる。太陽くんやばいでしょ。もうなんか聞くーと思いながらメンタルに影響を与えてんじゃん。
エペはメンタルコーチの逆じゃん。見た方がいい。いやエペめっちゃ上手くなったよ。でも最近は上手くなったけど、どうでもいい時期ね。最初のエペックスは竹 J のエペックスとあんま変わんなかったよ。俺らのエイペックスもやばかったでしょ。お前らのエペックスマジで驚愕したもん。タブをして回復したこいつらみたいな。そう、タブをしてシールドセルとか巻いてた。あ、一緒だ。僕タブ回復の王って言われてた。タブ回復界の神様みたいな。こいつやべえなって思って。やり始めてから結構ね、ちゃんと上手くなるね。で多分ゲームが下手なんだと思う。やったら上手くはなるけど、上手くなるのがうまいみたいな。これも全部翻訳考えてさ。上手くなるのがうまい。そう、上手くなるのがうまい。これってどうやって略すんですか？学習能力が高いんじゃない？ああ、まあ、才能はない、才能っていうかセンスはあんまないと思う、正直。オーバーウォッチ。センスなかったよ最初。だって俺、まあ、センス最初レート55っって、最初の振り分け49とかだよ。もう平均が50でそれ以下だったんですよ、最初の振り分け戦。ダイヤぐらい。オーバーウォッチオーバーウォッチの最初は0から100でランクシステムが、平均値50、うまい60、70、めっちゃうまい80、プロみたいな、90、プロの中のプロみたいな、49だった最初。すごい悔しかった。ねねということで、じゃあロルも今ブロンズだから、要はポテンシャルがあるってことね。伸びしろがすごい。伸びしろがね。俺 KR チャレ行くまで満足してないから。これだけはかけるわ。絶対無理。目標は高くだから。いや KR チャレ行かなくてもその半分だったらプラチナぐらいじゃん。すごいじゃん。 KR チャレの半分は JP 様のダイヤ後半ぐらいかもしれない。でもそこまで行けたらすごいじゃん。目標は高い方がいいです。そのダイヤまで行けたらすごいと思う。クラスさん利用しましょう。やばい、悪魔の支え来てる。レートしたらから悪魔の支え来てる。下げらん？いやでもすぐ上がるでしょ。でもそうなるとだって1個上がったらできちゃうんで一緒に。いやブロンズはね沼だよ。ブロンズは沼ですよ。それはわかります。大学の配信見てるとね、これすげえなって見た試合が多い。試合の畳み方がね、みんな知らないから。だってさ、タワーオールゲームってこと知らないでしょみんな。キルをしに行ってるでしょ。チームデスマッチやってるからね。A ラムやってるずっと。本当に。なんかみんな知識ついてくるとキルしてからのオブジェクトにつながるけれど、オブジェクトにつながらないんだよね。そうグループしない。なんかみんなおのおのファームまたしに行く、倒した後。そうだからマジで沼だよ。それはね、俺も同じあれを見て、そうか。同じ図を見てる。そう。やっぱプラチナさんにはね、かなわないっすよ、僕たちは。そう。今やったらマジで多分その辺いいかもしれないよ。でもバロラントダイヤぐらいでしょ。バロはそうね、それぐらいするけど。いや。バロダイヤは。ダイヤなの？やってる。ダイヤなの？おやった？俺一応振り分けで芋1後です。あれ？いや俺は今季はレディアント言ってますよ。おすごいね。すごいね。まあ頑張ってください。ダイヤ。シルバー、ブロンズ。オーバーウォッチは？オーバーウォッチ。ランク回してないかも。前回結構やってたよね。そうサポで一生キリコ使ってた。マスター、切り抜き回ってきた。マスターかな。 XQQ キリコ頭当てすぎ。ありそう。あるんだよな、そういうの。ありそう。でも自分がやってるゲーム飛ばしちゃいがち、俺は。ああね。じゃあまあそういうことで、今年の抱負、ロールダイヤでしたっけ？違う、もうめんどくさがらないです。ということで、じゃあまあ2023年頑張っていきましょう。はい、じゃあまあということでね、いろいろなかなか喋ったんですけど、ここでゲスト太陽の簡単な紹介。今更簡単な紹介って何？どれぐらい簡単なの？お願いします、紹介。生年月日、あれはいくつだっけ？ 22？ 僕覚えやすいです。2000年なんで、2023年だから今年は23。俺の弟と同い年です。デップマンも同い年で。マジ老けたなってあいつすごい最近言ってるから、デップが。俺に対して？いや。太陽君もそうだし、デップもそうだし、なんか大体こう競技心入ったの17とかじゃん。そうだね。それがまあ5年って考えて。5年。なんか周り大人ばっか、配信、プロゲーマーは多分老けたなと思うんだろうけど、配信になると逆にまだ一番若いみたいな感じだから。もうみそじだよね。ストリーマーはね、大体。やっぱストリーマー、20後半とか。日本は特にやっぱ経験値が多い皆さんがやっぱ面白いし、YouTube 乗りで面白いのは海外のストリーマーのイメージある。なんか若くてポップで。日本のストリーマーはなんか熟練された面白さ。経験から出てくる、じわじわくる面白さ。今普通に
楽しくやりたいな。みんな大先輩で学ぶこといっぱいあるんで楽しいですね今。ということでね、まあ2000年生まれ22歳。身長は174か3。体重はこの前測ったら4キロ落ちた。一人暮らし始めて。マジ何も食ってないから。一人暮らしは太るけど、ね、僕ん家に飯を食ってください。お願いします。ありがとうございます。63キロだった。君ん家冷蔵庫あんの？いや冷蔵庫の中何も入ってない。マジでそのモンスターがいっぱい入ってる。あとポン酢。なんで？鍋用のポン酢。自炊しなそうだしね。いやなんか時間が本当にもったいない。配信したいだったら。いやそういう人多いよね。そのプロもそうだけどストリーマーってなんか、そのご飯作ってる時間、片付けの時間すらもったいないっていうか、だったら 1.5 倍増しで Uber Eats するとか。でも俺はコンビニで弁当買う。でも体に悪いってよく言うよね。コンビニ弁当はまあでもですね、まあ最近は良くなってんのか。食わないよりは。なんかオーガニックなスーパーが近所にあるんだけど、はいはい、弁当1000円とかすんの。高っ。でもめっちゃ美味しくて、でも体にめっちゃいいっぽい。ぽいね。うん。パッケージングがぽい。見た目が緑？なんかいや優しい肌色みたいな色。優しい肌色のパッケージングか。いや、美味しいよ。ウーバーよりは安いし、自炊よりは高いみたいな、ちょうどいいところなんで、そして体には悪くない。ちょうどいいかなみたいな。はい、ということで、まあ元大落ちがワールドチャンピオン。現在大学生兼ストリーマー。はい。すごいね。すごいな。もうほんすごいなマジで。俺は本当にすごいと思ってる。世界大会優勝だよ。お前が。うぜえ。これはかなりうざい。XQ マジでうぜえな。いやでもマジでね、大君の紹介でなんか文面を文言を見るとなんかちょっと笑っちゃうね。嫌そうだなって思いながら見てる俺は。まあでも優勝賞金は全部もらったんで大丈夫です。裏方、あの立場でちゃんと仕事をしてるのはマジすごいと思う。オーバーウォッチリーグあるあるだけど、多分あんなベンチ多いゲームないからね。4人とかだからもう別チーム作れる。A チーム B チーム作れるみたいな状態だったから。それが普通みたいな感じだったからね。まあなんか半分コーチみたいだったもんね。最後ら辺はもう試合出ないって分かってる人たち3人ぐらいいて、みんなでコーチ陣と夜遅くビール飲みながら作戦考えてた。酒入ってなきゃ分かんないよとか言ってマジそんな感じだったよ。そうオーバーウォッチやってる時からちゃんと勉強してて、ちゃんと大学入って、で今復学して、で今ちゃんと大学行ってのはマジですごいわ。やめて。Q さん褒めんのなんか気持ち悪い。いややめてほしい。ずっとけなしててほしい。ずっと煽られてない。まあ今だって普通に大学通いながらでしょ。うん。楽っちゃ楽というか、できなくはない。できなくはないけど、まあ大変だよね。まあ大変ではあるけど、まあ僕まだ文系なんで楽な方。言葉の学部だからもう。僕らね、大学がどういうところかあんま知らないんで、この話今度来てみる？大学に。行ってみたら？何しに行くんだよ。授業一緒に受けようよ。教授ですって言っても多分バレないよ。特別講師と XQ ですって言って登壇したらいけるかな。いけるよ。風格出てるもん。風格ね。じゃあスーツ着ていくわ。はい、じゃあそういう感じで、現在進行形で大学生兼ストリーマー以上です。ありがとう。簡単な紹介でした。次のお品書き、大学生ストリーマーあるある。いんの？大学生ストリーマーって。周りに大学生ストリーマーミッチーぐらい。だと思う。ミッチーさんか。ミッチー太陽。他に知らないな俺。終わり。あるあるもクソもね。あるある書いてあります。深夜まで配信していて毎朝学校行けてる？いやなんかロールのカスタムとかストリーマーのその二次会とかで朝6時ぐらいまでやるんですけど、やってるね。本当にゾンビみたいな顔で学校行く。行くんだ。すごい。授業を半分寝ながら聞いてるみたいな。これ大学生ストリーマーあるあるじゃなくて大学生あるあるじゃないか。結構そうだね。朝まで起きてそのまま学校。大学生ゲーマー。体力有り余ってそうですね。いやあんまない。昔に比べてやっぱ衰えを感じる。老けたな。老けたな。学校で声かけられてたよね。でも結構多分リスナーの層が大学生多いから話しかけられることは多いね。太陽くんのリスナーってマジでなんかジャスト太陽くんの年齢というか、本当に大学生とか10代ちょっと上みたいな、高校生後半ぐらいみたいな、多いと思う。だから話しかけられる人も大体同じぐらいかなっ
ねって感じ。大学生ぐらいで、ね、同じ大学で同じ大学のキャンパスで話しかけることあるし、多分僕こんな見た目だから分かりやすいんだと思う。そうね。一番この前も Q さんと買い物行ってる時話しかけられたしね。大学の前でね。大学の前で。なんか一人大人のプロだったよ、ね。うん、大人のプロだった一人。すごい同じファンだと思大学にったら大人のプロだった。めっちゃおもろい。なんか二人で中華食いながらね、あれみたいな。さっきの人プロやん。すごいね。そんなことあいるるんだねと思って。大学生プロゲーマーはいたね。ちなみになんか先生とかから認知されたりするの？プログラミングの授業の先生が、大体若いのね。その教授とかじゃなくて先生みたいな感じでやってて、はいはいはい。でもその人が普通にリスナーでサブスクもしてて、おたよくんじゃんみたいな。なんかやだね。いやでもめっちゃいいっすよ。めっちゃいい。この前、配信タイトル「先生ごめん起きれなかった配信する」って言ってそしたらコメント来てた。先生授業中で。授業中かい。授業中に俺の配信をプロジェクターに出して見ててたっぽい。おやってるよんとかやばすぎだろ。サボってるやつ。サボってるやつを監視してた。すごいな。すごい時代になったもんだな。いやなんかおもろいなって。出席はなしって言われた。教室にはいるけどプロジェクターに出てんだから出席してるよってね。出席してるようなもんだもんな。あとは普通になんか僕今オリンピックの金メダリストの人のスポーツのメンタルコーチとか、スポーツ業界はどうあるべきかとかそういう授業を受けてて、面白そうだね。なんかe スポーツにも通ずるところいっぱいあるじゃないですか。おもろいなって思いながら受けてるね。将来俺らのメンタルコーチが太陽ヘンダーソン来るかも。ワンチャンある。なんか松岡修造雇ったらっていつも思うんですけど。松岡修造ね。出た。いやマジで毎試合お前らが太陽だわーって言ってさ。いや最初は笑っちゃうけど絶対途中から俺はやるってなるよ。確かにテンション上がるよね。やっぱ声出すと。まあね。エンジンとかって意味あるんだなって思う。スポーツの、まあ、大声出して緊張をほぐすみたいなのねすごい実際あるからね。緊張も入るしね。ちょっと、血流が良くなってアドレナリン出るからね。案外こうスポコンはねちゃんとリアルでやると意味あったりするからね。なんか教授先生でゲームやってたりする人とかいないの？いいんじゃない？そうオーバーウォッチとかバロとかロールとか。ロールね。そういう話はなんない。いやでもそのさっき言った俺のリスナーの先生はいつもオーバーウォッチ最近やってて、いやそろそろダイヤ来てって昨日言ってたね。なんかそろそろダイヤ来てって言ってる先生やだな。頑張ってダイヤやってほしいな。頑張ってくださいっていつでも何でも相談しますよっつって。オーバーウォッチで以外に相談できるのめちゃくちゃアドじゃん。贅沢やん。贅沢すぎる。授業料払ってもらうな。逆にそうすげえ。次で最後だ。この質問したら締めれるらしいんでね。ぶっちゃけ大学どうですか？楽しいですか？今の生活は。疲れるけど絶対疲れると思う。一応大学のキャリアとしてはそのままプロに続けるっていう選択肢はまあそれなりにありはしたわけよ。今オーバーウォッチリーグサンフランシスコ辞めてそのままプロなんかやろうと思えば多分それなりにやれたと思うし、多分他のチーム行けたけど、なんか優勝できないチーム入って何も楽しくないなと。なるほど。なんかだったらまあ最低年俸もらって何になるのみたいな、次になんない繋がんないなって。ストリーマーやってよかったなと今思ってるわ。なんか今のが楽しいっちゃ楽しい。配信もともと結構やってはいたからね。あっち行った時もね。配信とか動画一生ランクやってたからな。じゃあまた一からスタートしましょうみたいな感じではなかったのは、元からねファンベースというかコアなファンはいたから。そうそれこそなんかアメリカにいる時はこっちの朝配信してたじゃん。そう誰も配信してない時間だったから。だから俺はなんか活動前とかチラ見しながらやってんなみたいな。そう今日もおうちやってんなみたいな。だそれがこっち帰ってきてから朝方配信じゃなくてこっちの普通のゴールデンタイムになったから、その辺でのファンのね変化もあるだろうから。でも最近やっとなんかいい感じに。でもすごい楽しい。去年1年はすごい楽しかったね。やったことなかったからエンタメとか。今ずっと勝負の世界。そうね。なんか練習したら一応結果につながるというか、明確に何がダメとか分かるけど、配信ってなんで人来なかったんだろうとかよく分かんないから僕からしたら。まあね。なんかそれがすごい悩むというか悩みのもとだったけど、別にそんな同説とか気にせず楽しかったらいずれ人来るみたいな。玉ねぎ配信の日もあれ最初
800人ぐらいで、ただただいつもの800人でめちゃくちゃワイワイ楽しくやってたら気づいて、僕マジで酔っ払ってたんで、1800人だと思ってたら1万8000人いて、あれみたいな、朝起きた時におかしいぞってなって。あれ俺もちょっと見てたな。まあ基本的にね、人が酔って泥酔しておかしなことしてる配信は、他の配信がついてようがとりあえず開くから。なんか二窓するよね。そう、二窓する。とりあえず見に行くから。まあお酒はねほどほどにしたいですね今年は。去年は多分日本帰ってきて初めて帰ってきてそのお酒飲める年だったから、まあ20ずっと海外にいたから、そうね、お酒ばっか飲んでて。めっちゃ飲んでたね。でも今年は美味しく一人取り木でビール2杯飲んで気持ちよくなって帰るような人間になりたいね。てか俺人を家に呼びたい。でみんなでただ雑談してる。はいはい。お前の部屋さ、なんかもうごちゃごちゃしてない？いやめっちゃてか服を全部バッて置いてんの。いやなんかいや着てみめっちゃかっこいいよ俺の部屋。いやまあ分かるし行ったことあるから最新の部屋を見てなんかすげえ物増えたなと思って。うん。なんか木も増えてるし。いやでも木枯れたね。枯れたま枯れた。せっかくラズが買ってくれたやつが枯れたの。いや俺のせいじゃない。あれ暖房つけないから部屋が寒すぎたんだと思う。絶対そんなことないって。水やりも完璧にやってた。 YouTube 動画で講座見てなんか割り箸を刺して土にちょっと湿っ気がなくなった時に水をまいてシュッシュッシュ毎日して。葉っぱ落ちたとかじゃない、枯れたの？いやもう葉っぱが全部落ちたもうてかここ1週間の話マジで悲しい。普通に悲しいねそれは。太陽くんの配信の奥で見えてたでっかいやつ、こんな感じ。そうこんな感じのやつが葉っぱ全部落ちて葉っぱなくなったやばいな。やばい。いやでもワンチャン戻ってくんじゃね春先。生え変わり。うん普通に紅葉しただけじゃない？紅葉してた。うん全部落ちて今なんか悲しい木になってる。まあまあまあ枝土に刺さってる枝になってる。でもね根が死んでなかったら大丈夫って言うから。うんまあじゃあちょっと春先また葉っぱが出てきたら嬉しいな。生えてくることを祈ってね。うんまたくんちそうね。めっちゃかっこいいよ。まあまあまあマジで来てみ。マジでもう友達呼ぶとうわゼロストさんも言ってた。太陽くんちおしゃれだなって。ゼロスト。そうこの前、ライオットワンはいはいの初日の終わりになんかみんなで3時ぐらいまで飲み会した後に、セロスさんゼロストさんエビさんゾウ先輩で僕ん家でカードゲームやってたんだけど意味わかんなすぎだろ。いや結構意味がわかんない。はいはいなんで俺そこにいんのって思いながら、はいはい、めっちゃ褒めてもらった。まあおしゃれな雰囲気ではあるよね。うんいや Q さんがブラジルから帰ってきた時に僕ん家でタコパね。黒さん来る？ぜひタコパしましょう。タコパ。じゃあエクスキキャンドクロッシュそこで収録あとする。太陽ハウス僕は出なくていいよもうなんでここにゲスト呼んで俺カメラの後ろで家主なし家主オプソいないはいということで、ザ・エクスキャンドクロッシュシーズン3エピソード9サンキューゲストは太陽サンキューでした。はい、今回ねなんと字幕が60分ぐらいつくんですかね。かわいそうガチでやばそう。とんでもない仕事量ですよこれ。間に合うんですかこれ。字幕がつくかっこ半分。あさってですよ公開。まああさってってことは48時間。いやマジで鬼だな思考がXQ は。いやまあ俺じゃないからねもう鬼なんよ。やるのは俺じゃないしこの日程決めたの俺じゃないんで。ゼータで英会話が学びたい人は YouTube で字幕つけてね英語の。将来的にじゃあ Spotify も英語音声それは Q さんがやろう。俺がや全部 Q さんが吹き替え。ガチだるい。ちゃんと全部英語でそのニュアンスで言ってね。クローのセリフ全部ロールやりてえんしろおかしいやん。もういいですロールは。Spotify もありますので YouTube の方はコメントとチャンネル登録高評価をお願いします。次回更新日19かエピソード10は太陽とね熱く e スポーツに語り合いたいと思うのでぜひ見てください。それではさようなら。